Once upon a time, there was a curious girl who knew all about the land of the rising sun. The girl, part of the secret order of IGDB, was often heard telling tales about that magical country. But one story always stood out to her. The saga about a tall man with a golden voice who worked alongside an artist who had a mind as sharp as the sharpest blade. Determined to know more, she found that it seemed that the true identity of the man with the golden voice was the legendary Dragon of Dojima and the clever artist, his mentor. With sparked curiosity and a quest given by the IGDB Council to get to the bottom of this, she immediately set out on a journey and was soon able to see the rising sun in the east with her own eyes. There, she followed their footsteps carefully down the streets of Kabukicho and into the arcade without much luck. But she finally picked up a trail when she came upon items that held pictures of the dragon. The trail led her to a guide who would accompany her to her final destination, Osaki. Once there, they went to the 9th floor of a massive skyscraper right into the lion's den. She was now standing face to face with the artist and the Dragon of Dojima himself. How would this end? 本当に1作目作った時っていうのはもちろん僕らヒットさせたいと思って絶対面白いと思って作りましたけど、はい、でもまあここまでもう10年以上続くシリーズになるっていうのは本当に最初は想像はしてなかったですね、はい、やっぱり3作ぐらいは作りたいなとは思ってましたけど、はいはいすごくまだこれからもっともっと浸透させていきたいなと。楽しみですね。楽しみですね。はい、古いセガの建物の方で十何年前に始まったんですけど、当然続けたいねっていう話は当時名越さんと横山さんっていうのがよく喫煙所でスモーキングルームでよく喋ってて、で私も出会ったばっかりで喋ってて、これ売れたらいいですねって。でも当時確実に2人が言ってたのが、私ゲームの世界あんまり詳しくないんで、いやでもヤクザものとかって売れないんですよって言いながらだけどそこにあえてチャレンジしに行っている。それは十何年前に言ってましたけど、大人がやれるゲームがないって言って、それで大人でゲームやっても楽しいような大人なストーリーを作りたいっつって今チャレンジしてるんですけどヤクザものってまあ売れないんですよねだけどチャレンジしたいんですよとかって言ってて、当たるといいですねって言ってて、そこで次が出始めたんで、その次呼ばれた時に私もよかったと思って、これは嬉しいと思って一緒で3までいったらいいですねって話をその後すごくしたのを覚えてます。3作ぐらいやれたらいいですね、これあと次ですね、これが売れたらいいですねって。大体ヒット曲でも1曲売れて2曲目が難しいっていうじゃないですか、やっぱり一緒ですか、だから2曲目が日本でも難しいってよく言われてるんで、だから3曲売れたら3作目まで売れたらいいですねって話を10年ぐらい前にしたら覚えですね。10何年前になんか嬉しいですね。やっぱ長く続けていくと要は普通の映画じゃないんで私が顔出して出てるわけじゃないんだけど、すんごく多くの人たちが日本歩いたりしてると、車運転しててガソリンスタンド行ってもどこ行ってもなんで俺の顔が映ってないのになんで俺のこと知ってんのっていうぐらい広まっていくっていうことが、もう黒田さん声でバレますそうなんですよ。食事してて友人と喋ってたら向こうの席の人がこうやって見始めてちょこちょことかって言い始めて、それでパーって寄ってきて「黒田孝也さんですか?」って上結構ちらほらあるんですよ。でそれってやっぱ長きにわたってヒットしてくれたっていうことが大きいのかなっていう。そうですよね。日本っていうところが舞台で、僕ら日本人が作ってる
作品なので、本当に何ていうのかな、しかも龍が如くってちゃんとキャラクターも年を取っていくし、本当にまさにリリースされた時の日本を切り取られた作品だと思うんですね。変わりますよね。だからその時日本で流行ってるものとかもサブストーリーだったりミニゲームに入ってきたりもするので、なんだろうな、本当にまさに今の日本がここにありますっていうのが龍が如くの、まあ、セールスポイントかなとは思いますし、でまたその日本のヤクザっていう、そのあまり、ね、メジャーではない団体の方っていうメジャーじゃない会社のまあ普段ね生活してるとあまり触れ合うことがないところを、まあ、表現してるので、はい、まあそういうところが龍が如くっていう作品の、まあ、なんていうのかな、個性だとは思います。その裏の社会ってやっぱりあることは知っているけど、一般の人たちは知らない。でだけど人間ってなんかこう知らないことをどうしてもちょっと知りたくなるじゃないですか。そういう人たちに龍が如くってまたとてもいい作品なのかなっていう。まさにそうですね。だから1作目とか1作目の時ってキャバクラのゲームでしょって言われたんですよね。ヤクザのゲームじゃなくてキャバクラのゲームでしょって言われたんです。でゲームの中にキャバクラがあるなんていうゲーム今までなかったので、でしかもそのキャバクラってそこからすごく人気が出たんですけど、その後、ただやっぱりちょっとアンダーグラウンドなイメージだったんです。まだ1作目が出た頃って行ったことある人はいるけど、みんなが行ったことあるようなわけじゃなくて、行ってみたいけどなんとなくぼったくられたりすると怖いなみたいなところだったので、だからそういうのがゲームの中で体験できるっていうのもなんか一つアピールポイントでして、そうですね。龍が如く3の時、まあその前に欧米でリリースされてないですけど、剣山と3って僕ディレクターをやった作品なんですよね。でそれまでは1と2の時はデザインのディレクションをやってて、でそこからゲームのディレクターになったのが3の時だったので、個人的にはすごい3は思い入れがあるタイトルです。でもただそのシリーズその後も、まあ、プロデューサーっていう形で関わってますけど、一番でも作品としてやっぱり皆さんの評価もそうですけどよくできてるなと思うのはゼロかな。これ佐藤さんとかぶっちゃうんですよね。ね。これ結構出演者とか制作者の中でも好きなやつって違ったりするんですよ。だけど俺本当に3と剣山が違う、剣山じゃない、維新が好きなの。維新が好きで、3と維新が好きで、それでやっぱりゲーム全体として出来がいいなと思ってるのはゼロなの。だからもうほぼほぼかぶっちゃうんですね。僕個人的なんですよね。僕ね、個人的にも黒田さん横にして言うのもなんですけど、桐生一馬なんですよ。できた人ですね。空気読めるんですね。佐藤さんはもう違うと思ってたんですよ。本当できた人なんで。なるほど。でもなんかやっぱ桐生はかっこいいんですよね。もう断然桐生が好きなんですけど、それ以外で言うと。誰だろうな、好き。俺伊達さん好きです。いいんですね。伊達さん、ああいう渋いこうやっぱ男気、男っていう感じの、それで不器用な生き方とかが、なんかやっぱあと優しさ、でなんかちょっとまっすぐ仕事に行き過ぎて家庭をおろそかにしてしまうちょっとダメさ加減とか、ちょっと足りてないところとかもなんか、だけどそこで苦しんでる伊達さんとかもなんかそういうのが素敵ですね。それで言っちゃうと別に山地さん普段伊達さんに似てる感じは俺のイメージではないんですよね。なんかそうですね。僕も聞く話からすると、そう聞く話からするとちょっと違うんですよね。そうすると
宇垣の秀ちゃんも真島に似てるかっていうと全然違いますもんそうねなん。ですよね。ほんではるかも違いますもんね。それでいくとやっぱり私じゃないですか。僕もそう思います。素敵なことや。はい、真面目に不器用な、ひたすらまっすぐ正義で生きてる、なるほど。周りに評価を聞きに行かないでください。私はなんで答えてます。逆ですね。お話、まず一番最初に作るのはお話なんです。で、お話の中で出てくる登場人物、はい、でその当然お話考える上でこの人はどんなキャラクターなのっていうのを作り上げるじゃないですか、はい、キャラクター像を。でそこに合う人は誰だっていうのでチョイスするんですね。そうですね。でもたけしさんとか、はい、木村さんとかはまたちょっと違うかもしれないです、今言ったのとは。なるほど。この人を使いたいからそういうキャラクターをこの物語の中に入れてるってところはありますね。場合によって違う。はい。最初龍が如くっていうのを龍が如くってゲームのお話が来たんですけどやりますかって事務所から言われて、以前黒田さんがやってた役らしいんですけどって言われて、んでいややったことないですってその時に前も喋ったんですけど、そのプロジェクト J っていうプロジェクトネームで短いゲーム作ってたんですかね。そうですね。プロトタイプ版を作ってた時に黒田さんに声をお願いして、テスト版みたいなやつですかね。その時にまだ龍が如くって名前が決まってないかなんかの時にテスト版の時に私がちょっと声を入れてたんですね。実際1をやる1年前2年前とかに。それで後々その話が来た時に以前やってた役ですって言われて、龍が如く知らないなと思って、でもちろんやりますよってで台本いただいてから読んでて、そしたらそのテスト版みたいので言ってたセリフが時々こうあって、あれってこのセリフってなんかどっかで言ったことあるような気がすると思って、それであの時のテスト版でやってたゲームが本格的にスタート切ったんだと思ったんですけど、あと単純にゲームの話来ました、やりますよって読んでて、まず俺主役と思ったんですよ。まだこっちの世界来て声の世界に来て、いわゆる声優さんとして名前がビッグネームでも何でもなかったし、だからって俺主役なのと思ってそれまではこういう声なんでアニメとかいろんなので悪役でよく呼ばれてたんで、だからヤクザだけど悪役じゃないんだっていうそう正義側なんだっていう喜びと、主役であるっていう喜びと、その後本読んでてこんなに面白いのって思いました最初に。この台本を読んで俺がそうゲームのシナリオなのに、それまでも他のゲームとかチラチラ読んでましたけど、箇条書きでそこなんか読んでても別に内容もよくわからないかったりとか、こんながっつりストーリーがあるものっていうのもあんまりないのが普通なんで、台本読んでるだけで今まで私がやってきたドラマとか大河ドラマとかすごい作品、すごい名作に負けないぐらい本が面白かったんで、うわこれはちょっと嬉しいぞと思ってひたすらワクワクして始めたのを覚えてますね。じゃあ俺からいきましょうか。桐生一馬大好きですよ。桐生一馬はもう間違いなく大好きですけど、だけど龍が如くってサブシナリオっていうのがたくさんあるんですけど、桐生一馬がふざけたり、いろんなくだらないことをやるんですけど、
実は黒田孝也演じてる黒田孝也が本編よりそっちの方が本気かもしれない両方頑張ってますよ、両方頑張ってるけどこっちの方がすごく楽しく演じてるかもしれないです。ああ、なるほど。ありがとうございます。知らないから海外の人はあんま分かんないかな。日本だともう浸透してるんですよね。柏木さんは冷麺が好き、もう冷麺ないとすげえ怒るみたいな。そうですよね。はいはい。なんですけど、あのくだり書いたの僕なんです。そうですか。面白いですね。はい。龍が如く桐生一馬の物語っていうのは、まあ一旦終わりを迎えたんですけれど、今新しい主人公春日一番っていう主人公で新しい龍が如くシリーズを作っていきますので、これからも龍が如くよろしくお願いします。それを読んでくださってる方たち、そうですね、だからできれば本当に全部やってほしいんですね。それで、さっきも三と維新と、ゼロが好きだとかって言ってましたけど、だけどそれはどれが強いて言えばってことなんで、やっぱり全部素敵なストーリーで、魅力的な登場人物が毎回出てくるし、1つ2つ、プレイされた方は3つ4つ5つ6つ全部やってってほしいのと、あとはできれば剣山と維新もやっていただけたら嬉しいなっていう、全てを見ていただきたい。そして、サブストーリーも含め、あと私個人でいけば桐生一馬も愛してほしいし、小野道夫君も愛してほしい愛してます。っていうことですかね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。